公務員になって手取り20ないんかい。おはようございます。おはようございます。マジでお腹すいた。もうやばい。俺最近、痩せちゃってむっちゃ。アサイボールにハマってたら、3キロぐらい痩せまして。今、言えないぐらいなんですよ、体重。45ぐらいです。マジで病気なので、本当になんか、ドビーになっちゃうので、ハリーポッターの。マジでお腹空いたんだけど、まだ9時なんだよね。もうジャンクフーディーをめちゃくちゃ食べたいけど、空いてねえんだよね、どこも。朝マックとかあんま食べたくないですよね。なんかジャンクフーディー、10時ぐらいになったらちょっと買いに行こうかなって思います。ソーセージのセットで。はい。男系が S か M になって、L サイズっていうのがない。はい、M までです。お召し上がりですか？お持ち帰りで。はい、会計560円です。ちょっといける間にはこう。無理。マジ無理。ちょっと体重がめちゃくちゃ減ってて、本当になんか男に嫌われる男ランキング第1位みたいな、マジ代表なんですよ、俺って。なんか同性に嫌われるランキング1位のこの、見た目、スタイル、顔、体重の数値。これはマジっす。お前男かよみたいな感じの代表例が俺です。まあ、そう慣れてるんですけどね。L 欲しいって言ったら L ないって言われて、これ L はないんですよねみたいな。そもそもがなくて、みたいな。知らなかった、朝マックの。うまっ。で、これ、これ豆ケチってるっすね。俺わかるんすよね。なんか、コーヒーめちゃくちゃ好きすぎて、豆ケチってるわ。なんかレベルが5で、1が浅入りだとしたら、これ2です。豆をケチってる味がするっすね。案件ください。なんか YouTuber とかのさ、画角ってさ、いつもどうやってみんなやってんだろうね。すごいよね。ここにちゃんと台もあって、みたいな。食べるスペースがちゃんとあるっていう。マルタこれ使おう。これ最近ね、またマルタ第2号買わせていただいたんですけど、新居になって一番最初に買わなきゃと思った唯一届いてるものがあるんですよ。ちょっと見せますね。マルタはい。これなんか食事代みたいな、なんかめちゃくちゃいいんじゃない？俺が買ったのは、ハッシュドビーフポテト。朝マックで俺が一番好きなのは、マックグリドル。メープルシロップの味がするやつ。マックソーセージグリドルみたいなやつが一番好きで。海外のご飯がめっちゃ好きなんで、トムヤムクンとかパッタイとか、異国の変な味のするやつめっちゃ好きなので、そういう系あるじゃないですか。なんかチキンに甘いのをかけて、メープルシロップとかかける料理。そういうのめっちゃ好きで。いただく。うまっ。なんか俺は隣人なんですけど、俺んちって、結構その道路に面してて、うるさくて治安も悪くてみたいな。俺が分析すると、なんかそんな感じなんですけど、ちょっと家自体は多分結構いい方なんですけど、隣人問題がありまして、なんと、もうえぐくて、僕の家って普通に一戸建てで、戸建てっていうの戸建てで、何人か住んでる。って言っても3人住んでるんですけど、俺入れて3人なんですけど、で、下の階の奴らが、この間、出会ったんですよ。普通に、電動チャリこいでるナースのおばちゃんだったんですよ。めちゃくちゃ安心して、それで。学生マンションにも住んでないから、もう正直怖いじゃないですか。何が起こるかわかんないし、本当にいきなりガーン入られてきて、っていう可能性もあるじゃないですか。赤い電動チャリこいでるナースのおばちゃん、めちゃくちゃ安心しました。大きい病院で働いてる、その注射を打ってるナースらしくて、俺聞いたんですよ。それ何されてる方なんですかとか、最近引っ越してきました。青葉と言います。よろしくお願いします。みたいな、回覧板じゃないですけど、なんかそういう感じで、その挨拶みたいなのしたんですけど。で、聞いたんですよね。もう一人の方ご存知ですかみたいな。
そしたらなんか私もあんまり出会ったことなくてって言ってたんですよ。怖すぎると思って。いや、怖いでしょ、普通に。そのおばちゃんも何年か住んでるのに、あまり会ったことがない。絶対ニートなんですよ。だからその、もう一人の方は。30代ぐらいって言ってたから、俺が一番怖いのが、30代フリーターなんですよ。20代フリーター、まだ未来があるぞーとかやったらまだわかるじゃないですか。30代フリーターのインドア、めちゃくちゃ怖くないですか？間です。その二人からしても、俺の、22歳フリーター、ちょっと SNS かじり。これも多分まあまあ怖いなっていう、ちょっと思ってきてて、で向こうからしても俺が怖いと思うし、多分ね。俺からしても怖いので、玄関からすっごいもう奇抜な。で玄関からこういうファッションの人がじゃあ出てくるじゃないですか、ガチャみたいな。で、上もなんか変な服着て、パンツも変な服着て、例えばバッグにこの部活動のエナメルカバンとかを、まあ普通に私服でこう、しょうじゃないですか。例えばですよ。これがじゃあ玄関でこう出てきたら、どう思います？怖いでしょ普通に。最近引っ越してきました、青葉と言います、みたいな。まあめちゃくちゃ怖いじゃないですか、正直。部活に行くのか、原宿に行くのか、どっちなんだよ、みたいな。って考えると、なんか別にウィンウィンじゃなくて、もうお互い怖いなっていうのは、まあすごく思います。もうちょっと我慢して、その人の顔を見るまでは、ジタバタ、ドタバタしないで、ちょっと安全に暮らしていきたいなっていうのは思いますね。ギャルバッグ作りました。新社会人、新学期始まってるじゃないですか。学校とか、会社が始まって、まあ僕のその、リア友とかも、まあ結構そのインスタのストーリーで、なんか仕事頑張ってます、研修頑張ってますとか、派遣行ってますとかっていうストーリーめっちゃ見るんですけど、俺もう決めてるんですよね。もう僕大学卒業したじゃないですか。だから、もう大学生をバカにしていきたいなっていう。まあ。でも本当になんか新卒の人とか、まあ、新学期、学校始まった人とか、ほんまに大変そうで、まあ、僕は、その、義務教育すべてを終えてきたんですけど、やっぱり、自分が、クラスを牛耳ってるとか、その会社を牛耳ってるとかじゃないと、しんどいっす。逃げちゃダメだよ。正直ね。その会社で、やっぱり、その地位が上の人とかって、絶対そんなしんどくないと思うんですよ。だって地位が上だから。物も言えるし、後輩とかにね。まあ自分がなりたい学級、なりたい社会に、その上司とかが作っていくわけじゃないですか。お前こうしろ、ああしろとか、まあ、指図されて、そういう言ってる側ってめちゃくちゃ楽なんですよ。なんか楽しいみたいな。だって自分はそんななんか自由にやってるだけで、あとは労働者とか、部下が働いてくれる。だって自分が会社の地位ではめちゃくちゃ高いから。一つ本当に言えることは、もう4月、5月、夏休み入る前に大学辞めます。早い人はね。なんでかっていうと、やっぱね、気づいてきだして、最初の方に、この大学俺行く意味あるかなとか、何しに俺は行ってんだろう、大学にとか、思ってくるんですよ、この4月、5月、6月らへんって。まあ、5月病があるって言うじゃないですか。それは本当にそうで、5月病ぐらいの時に、なんか、このままやっていけるのかなっていう思うのが多分5月ぐらいなんですよね。でも早い人はもうやめる手続きやってんじゃないですか、もう大学。いや、わかんないですけど。でもその気持ちはめちゃくちゃわかります。でも、せっかく頑張って入った大学だし、頑張って就活した会社なのに辞めちゃうって多分めちゃくちゃ荷が重いと思うんですけど、まあやっぱそんなこと全然ないので、本当に、お金いらないから、実家済みでもいいから、会社を辞めたい。で、それぐらい思うんだったら別に辞めていいと思うんですよね、俺結構言ってるじゃないですか。公務員になりたいですって結構俺動画で言ってるんですけど、まあ、公務員も実際友達に聞いたんですよ。公務員の給料とか、束縛時間はどんぐらいなのって聞いたら、やっぱ、普通に8時間勤務、9時間勤務で、手取りでなんぼ。手取りで公務員で20ないとか全然ありますからね。
で、もう一人の友達に聞いたら、公務員じゃない仕事で手取り13、14とかなんで、そうやったらマジで自由にバイトした方が絶対いいと思いません？週5働いて、なんなら土日出勤もあります。ってなって、手取り13、14。それだったら普通にバイトした方がワンチャン稼げるじゃないっていうのもあるじゃないですか。だから本当にしんどかったら、もう普通にバイトしてフリーターになってでもいいと思うんですよね、俺は。頑張ってクソ勉強してね、前徹夜試験、バイトもあんまりしてなくて、勉強しかしてないのに、公務員になって手取り29回っていう友達も全然いるんですよ。夢の公務員安定した職に就いたからと言って、お金がいいとか、自由に生きていけるとか、そんなのはないと思うんですよ。ただしボーナスはないですけどね。っていう話なだけだって、普通に考えて、私たちがこんだけ頑張ってノートに付箋貼って、徹夜して勉強してんのに、やっと慣れたこの職業、手取り18、公務員でみたいな。それは、ちょっと話しちゃうっすよね。めっちゃ思うんすよね。なんでこれなの？そりゃ、岸田総理に怒るでしょっていう話じゃないですか。本当に。SNS ダメみたいな。友達もいるんですよ。やばくねと思って。普通に SNS 活動じゃなくて、シンプルに身内だけのアカウントも作ったらダメみたいな会社に入ってて、めっちゃしんどいだろうな、みたいな。だからもう、友達に電話番号を聞かれるんですよ。メアドとかね。もうなんかインスタ、ツイッター、TikTok とか、もう入れたらダメらしくて、アプリにね。だからもう全うしてその職に就きなさいっていう上司からのメッセージどう思います？っていう会社どうです？もう俺の会社では SNS 全部禁止だから全部削除してメアドと、携帯番号だけですみたいな会社とかめっちゃしんどくないと思って。本当にその職が好きじゃないとやっていけないと思うんですよね。俺も大学1年生の時にもうこれぐらいの時期、5月病とかに俺一回かかったんですよ。こう見えてね。5月病にかかってほんと頭痛と、もうちょいめまいと、もう夜寝れないとか、で朝バリ早く起きるとかっていう時期があったんですよ、5月病でね。もう毎日がそれで、なんかご飯も全然食べれなくて、みたいな。その時の方が太ってたんですよね、今より。学校の YouTube を取り出したらもうなんか全然平凡な日常すぎて毎日が。で、めちゃくちゃ面白くなくて。なんか自分からなんかしないと学校一生面白くねえなって思ったんですよ。俺大学行ってる時にね。だからなんか YouTube に載せてみようかなって思ってやり始めたのが、まあきっかけとかなんですよね。5月病にもなったし、もう病気は避けたいと思って、動画を回してたらなんかおもろいんじゃないかなみたいな感じでやったんですけど、それで見てくれる人もいたので、まあすごく嬉しいなって思いますね。社会人どうなんっていう話でしたね。まあしんどかったら、俺に言ってください。まあ、なんともできないんですけどね。俺は上手で